皆さんこんにちは、ゼンです。今回は前回のデスクツアーでは紹介しきれなかったアレクサの話をしていこうと思います。はい、というわけで今回の動画ではアレクサの話をするのですが、何度も名前を繰り返すと反応してしまうと思うので、今回はアレさんと呼ぶことにします。アレさんを初めて買ったのはもう5年ほど前で、実家にいた頃から使ってきました。私のアレさんは今はもう売っていない薄い円柱状の形状をしており、質感や音質、機能を含め2000円程度でここまで楽しめるガジェットがあるのかと、大学生ながら感動した覚えがあります。まだアレさんを自宅や部屋にお迎えしていない方、買ったはいいけどいい活用方法がよく分かっていない方でも分かりやすく今回紹介していきますので、ぜひ最後まで見ていってください。このようなガジェットを紹介する際は自腹ということもあり、事前にかなり下調べをするのですが、同じようなセッティングや使用方法をしている人は私が調べた限りかなり少なかったので、同じ悩みを持っている人やこんなのがやりたかったという人はぜひコメントしてもらえると嬉しいです。まず現在 Amazon で購入できるアレさんの種類や特徴などをさらっとおさらいして、その後私が実際に活用している方法としてスマートホーム関連、スピーカー関連の2つに分けて説明していきます。アレさんは大きくスマートスピーカーというスピーカーの機能に特化したシリーズと、スマートディスプレイというスピーカーとディスプレイの両方の機能を備えたシリーズが存在します。後でも紹介しますが、アレさんでステレオ環境を作るということが今回の私の目的なので、スマートスピーカーシリーズに絞って話をしていきます。スマートスピーカーとしては4つのグレードで分かれており、私の主観がかなり入っていますが、機能と特徴をまとめるとこちらのようになります。初めてのアレさんでなるべく安く抑えたいという人はエコーポップかエコードットを購入することをお勧めします。最も安いですが、アレさんの頭脳は上位機種と共通になるので、スマートフォームを中心に考えるのであれば必要十分です。小型ながら音質はかなり満足でき、寝室やキッチン、洗面所などちょっとしたスペースにも設置することができます。エコードットは時計機能付きの機種もあるので、時計兼スピーカーになるのは便利ですね。もう少しお金に余裕があるならエコーを購入するのが良さそうです。私もこちらのエコーを5月に2台購入しており、サイズや音質ともに非常に気に入っています。エコーにしかない特徴として、本体の裏面に4分の1インチのネジ穴が切っており、設置時の自由度が格段に上がるのも地味に重要なポイントです。この4分の1インチのネジはどのように使うかというと、こちらもこのように Amazon で売っている三脚カメラなのでよく使われる分台になるのですが、これをアレさんの下にこのようにつけることができます。そしてさらにそこにこれも Amazon で購入ができるんですが、
上のレールライトにつけるためのアタッチメントになります。このようにすることで上からアレさんを吊るして設置をするということが可能となります。私自身本心ではエコースタジオを購入したかったのですが、設置するスペースが確保できないことと賃貸の 1LDK では性能を持て余すと考えて、今回はエコーに落ち着きました。もう少し広い家に住めるようになったらアレさんもアップデートしたいと思います。実際にエコーを手に取ってみると、少しずっしりとした丸い球体でジムに置いてある小さめのメディシンボールを思い浮かべる方もいると思います。スタイリッシュな見た目でインテリアにも溶け込みつつ高級感を出してくれます。アレさんの紹介はこれくらいにして、次は私の家での活用方法を紹介していきたいと思います。スマートホームといっても我が家ではそこまで複雑なことはしておらず、操作するのは電球とエアコンくらいです。やろうと思えばコーヒーを沸かしたり、カーテンを開けたり、ペットをカメラで監視したりできますが、今のところ私は必要に迫られていないので購入をしていません。それぞれのニーズに合わせてカスタマイズできるのがアレさんのいいところですね。私の家の場合、電気はシーリングライトではなくレールライトやスタンドライトなど複数の照明を組み合わせているため、毎回全てをつけたり消したりするのが非常に面倒です。レールライトはレールと電球をつけるソケットはスマートフォームとは関係のない一般的なもので、電球の部分をアレさん対応にしております。これにより明るさや色味などを調整することができるので、4つのうち2つだけをつけるという細かい操作ができるようになります。レールライトにしているのはスポットライトにした方が向きを自由に変えられるため、部屋の中で明るいところと暗いところを作ることができ、おしゃれな雰囲気を出すことができるとインテリア系の YouTuber さんがおっしゃっていたからです。今は私はレールライトを消して後ろの電球と左側にある間接照明だけをつけている状態になります。私自身少し暗めな雰囲気で落ち着いた空間が好きなので、このような電球のつけ方をしています。もし家がなんかパッとしないという人は、高い家具とかを買う前に照明を見直した方が効果的かもしれません。部屋の角にあるスタンドライトとスポットライトは電球は普通のもので、コンセントの先に電源のオンオフを切り替えるスマートプラグを接続しています。これによりアレさん対応ではない電球もアレさんで操作できるようになり、お気に入りのライトを便利に使うことができます。コードの途中にオンオフ切り替えのスイッチがついているような電化製品であれば、切り替えスイッチはずっとオンにすることでスマートプラグ側でオンオフの操作ができます。この場合オンかオフの操作のみで明るさの調整や色の調整はできないので注意が必要です。エアコンの操作にはスイッチボットのハブを使っています。私が持っているのは旧型になるので、今買うならディスプレイ付きのハブ2もおすすめです。
このハブを使うことで赤外線で操作するようなテレビやエアコンなどアレさん対応ではない赤外線式の家電も操作できるようになります。エアコンを外から操作できると、夏場は家に帰る1時間くらい前に冷房をつけることができ、涼しくなった家に帰ることができます。これはかなり快適で、涼しくなるまで汗だくという煩わしさから解放されます。我が家のスマートホームはこれくらいですが、他の方の使い方を見ると、お掃除ロボットを操作したり、カーテンを開けたりしている人もいるみたいです。自分好みに家電をカスタマイズしていけるのは楽しいですね。ちなみにこれらの設定はすべてアレさんの専用アプリで設定でき、声で操作せずにアプリから操作することも可能です。いくつかの操作をまとめて操作するルーティンというのを使えば、アレさんにただいまというだけで複数の電気をつけて音楽を流すということもできます。私の場合は毎朝の目覚まし代わりとして設定した時間になると3つの電球をつけてアレさんのボリュームを4に設定して Apple Music でランダムに音楽をかけるという設定をしています。朝自分の好きな音楽で目覚めるのは気分がいいですし、強制的に明かりがつくのでかなり目が覚めます。では次にスピーカー関連の話に移ります。デスクツアーで紹介される多くの YouTuber さんはスピーカーを机の上に設置している人が多いですが、私の場合は机には置いていません。デスクツアーの時は天井にアレさんをつけていたのですが、現在はアレさんをリビングの対角の角に設置をしてステレオ接続して両方から音を出しています。動画のルームツアーではレールライトに取り付けをしていたのですが、レールライトの電気を間違えて消してしまった際に毎回アレさんが再起動するというのがどうしても気になっていたので、天井はやめて地面に置くようにしました。完全に主観になりますが、体感的にはむしろアレさんの低音がしっかりと床に響いて音質が良くなったようにも感じます。先ほども説明した通り、エアコンや電気、BGM としての音楽再生など日常のちょっとした動作のスマートフォーム化を進めているため、アレさんを使うのが大前提の上で、スピーカーの出力もアレさんを私は使用しています。私の場合、PC とモニターで机の上で作業をするときや映画を見るときだけでなく、モニターを使わずに音楽だけを聴くというときにもアレさんのスピーカーを使います。 1LDK の部屋で映画が楽しめる程度の音質を確保しつつ、スマートフォームで電気などを操作したいという条件を満たすには、アレさんを2台購入しステレオ再生するのが良さそうという結論に私は至りました。ただしアレさん単体でステレオ再生できるようにしつつ、モニターからの音もステレオ再生するには一工夫が必要となります。話がここからややこしくなるので図を出しながら説明していきます。私の部屋にはデスクツアーで紹介した LG のモニターとアレさんが2台あり、 LG のモニターには Amazon Fire Stick 4K Max が刺さっています。アレさんでステレオ再生をしたい場合、
アレさんのアプリ上でステレオペアの設定をすれば、アレさんに直接話しかけて再生される音楽、このあたりはステレオで再生することができます。ただしこの時点ではまだモニターの音や PC の音を出すことはできません。ちなみに Bluetooth や AUX 端子などの入力はすべてモノラルでの出力となります。さらに追加でモニターや PC からの音もアレさんで再生したい場合は Fire Stick TV が必要となります。スピーカーシステム対応の Amazon デバイスは公式の通りです。これにて設定完了と言いたいところですが、最後に一番大事な注意点をお伝えします。それは Fire Stick TV を ARC または EARC と書かれている HDMI 端子に挿す必要があるということです。この ARC 端子というのはサウンドバーを設置する際にも使われる端子で、この端子を使うことでテレビやモニターに入力された音は ARC 端子につながる機械から出るようになります。私の場合はモニターに PC をつなげていますが、 PS5 やスイッチなどのゲームをつなげた際も ARC 端子から音が出力されるので、高音質なスピーカーやサウンドバーで楽しむことができます。ただしこの ARC 端子が一般的に売られているモニターにはついていないことが多いのです。テレビとして販売しているものには ARC 端子がついていることが最近では多いですが、 PC 用として売られているモニターには通常の HDMI のみの設定であることが多いです。モニターとして売られているものの中で、この LG のスマートモニターシリーズは EARC 端子がついており、私としてはほぼ一択の状態でした。今考えるとこの LG のモニターはどちらかというとただのチューナーレステレビなのかもしれないです。とにかくこれにてようやくアレさんのセットアップが完了します。アレさん単体で音楽を聴くときも、モニターで映画を見るときも、 PC で作業をするときも、すべてステレオサウンドのアレさんから音を聞くことができます。音は意外とないがしろにされがちですが、正直ディスプレイよりも大事かもしれないですし、そこまでお金をかけなくてもかなり違いを実感することができると思います。というわけで今回はアレさんを使ったスマートホーム化とステレオスピーカーの紹介をしました。内容が複雑なので長い動画になってしまいましたが、もしわからない点やもう少し詳しく説明してほしいという点があれば答えられる範囲で答えますので、ぜひコメントをしてくださればと思います。最後に裏話になるのですが、実は最初にこのセットアップをした際にモニターからの音は流れるのに、アレさんに音楽を再生してと声でお願いをしても音楽が流れないという現象が発生していました。そこで Amazon のサポートセンターに連絡したところ、その場では原因が分からずエンジニアに確認をするということで電話を切りました。数日が経った頃、久々に音楽をかけるようにアレさんにお願いをすると再生されるようになっていました。直接の原因と解決方法は分からなかったのですが、アレさんは Wi-Fi につながっているということもあり、常に最新のバージョンにアップデートされていきます。もしかしたら電話をしたことで
システムに見直しがかかり修正をしてくれたのかもしれません。もしこのあたりに詳しい方がいればぜひコメント欄で教えてくださればと思います。今回の設定はたまにどちらかから音が出なくなるということがあるのですが、 PC 側のアップデートも忘れずに行うようにしてください。今回のように PC から BARC 端子を経由してアレさんで音を出すという設定の場合、 PC 側からの音がアレさんで出ないということがたまに発生します。この場合 PC のシステムのアップデートを試すということもしてみてください。私自身同じような現象に陥った時に PC のアップデートをかけたら治ったということもありました。では本日の動画は以上となります。ゼンでした。ではまた。